皆さんおはようございます。しびろいさんです。北海道一周の旅、釧路から、札幌までの、2日目ですね。やっぱり夜中とか朝方寒いね。寝る前は大丈夫だったんだけど、やっぱりちょっと気温差があってちょっと風邪ひきそうな感じはした。ということでもうすぐ7時なので朝の準備して朝ごはんです。朝方冷えますね。さすがにね。だいぶ、裏幌ってなんか面白かったりしますか？観光客からして行くかどうか。裏幌のからだいぶ北に上がって、行ったところに行った元の単住があるんで、観光住宅。本当に天気良くてよかった。ありがとうございました。じゃあ頑張って。はい、どうも。いってらっしゃい。はい、行きます。本当に静かですね、ここ。昨夜真っ暗だったもんな。宿から走って1分の厚内神社に来ました。本格的に始動する前にちょっとお賽銭でもして事故とか起きないようにお祈りしようかなって感じですね。結構新しいのかな、ここ。もしくはリノベーションされたか。ただ地面はね、結構無造作に雑草が生えてたり。先に振るんだっけ？まあいいや。違う、先に投げるのか。はい、ということで2日目スタート。やっぱりね、こうやって外出て走ると気分が晴れるね。本当にもう何もない、ビルもない、何もない。だがそれがいい。でもうすぐ海沿いに出ましたね。で、今日の目標は帯広まで行きます。ただ60キロぐらいかな、60キロぐらいあって、多分アップダウンも予想されるので、ちょっとペース巻き目でね行きたいなっていう感じですね。本当に坂の時にね、僕の自転車全然進まないんですよ。びっくりするぐらい。あとはこういう可愛い神社なのかな、お寺、こういうランダムに小さいなんか神社が出現するのが僕日本の田舎の好きなところですね。いや、絶景ですね。白い波、パステルカラーの緑の山、赤とかブルーの家も見えますね。こういう景色をずっと見ながら移動できるのがもう自転車旅の醍醐味ですよね。スピードもちょうどいいんだよ。さっき赤とか緑の家があるって言った場所に着いたんですけど、牧場でした。牛のなんかやっぱり可愛いよね。尻尾を振りながらなんか食べてます。ただ臭いので先を急ぎましょうか。読み方合ってるか分かんないけど、昆布狩り石展望台黄金の滝っていう看板があって、ここ左折すればあるみたいなんだけど、地図アプリ見ると結構距離がある。でやっぱり自転車旅行ってこれがバイクとか自動車と違う点で、寄り道がそう簡単にできないんですよ。結構勇気がいる。要は坂だしちょっと遠いから。だからそこが自転車旅行のちょっと弱点ではあるね。で僕今こんなにね荷物たくさん積んでて、さすがに坂は通り道ならいいんだけど、僕が行きたい方面はそこなんで、わざわざここに行くってのができないかな。では引き続き浦幌町方面に向かいます。でもうすぐね、多分坂道に入るんですけど、本当に静かでもう何の音もしない。鳥とかあと木が風で揺れる音とか
すごくねノルウェーを思い出す。なんか似てるよね、ノルウェーと北海道で。でやっぱりクマがね怖くなってきたんで、クマ鈴を取り出しました。でこいつを自転車のこの辺かな、どっかに装着してクマさんと遭遇しないように気をつけたいなと思います。人によってはこれ意味ないよって言ってる人もいるけど、 0.5% とか 1% だけでも減らす、遭遇の可能性減らせるなら僕はつける意味があると思うので、食べられないために頑張ります。で今何気にピンチでもうねお茶なくなったんですよ。で宿出る時に買えばよかったんだけど、本当に自販機1個も見てないし、コンビニももちろん1回も見てない。もうさすが北の大地ですねなんでちょっと、喉乾いてきたし、なんならお腹も減ってきました。で自転車って本当にカロリーの消費がすごくて、で何も食べないで漕ぎ続けるとハンガーノックっていう状態になるんですよ。でこれ何かというと、要は、もうエネルギー切れでもう頭は痛いし、体ももう動かなくなる。僕ね1回だけこれ経験したことあります。それも北海道で。だからちょっとやばいかもしんない。あと9キロで新吉野だから、それまでにねなんかあるといいけどね。もうお腹ペコペコですよ。見えますかね、畑の上をタンチョウが2匹歩いてます。なんか食べてんのかな。でも初めて見た。映像では分かりにくいと思うけどかなりでかいです。いやでも本当に美しいですね。なんかまさか見れるとは思わなかった。で実は今日ね夜に元ジブリのすごくない、元スタジオジブリのアニメーターさんの方と熊肉を食べる約束をしていて、その方もね実は今ツイッターでやり取りしてて、この辺の畑タンチョウいるから注目してみてくださいって言ってたばかりだから、本当にまさか見れるとは思わなかった。熊肉もね本当に楽しみにしてます。めっちゃうまそう。あれから40分ぐらいこいで、新吉野に着いたんですが、いやーもうなんもないねマジで。交番とポストと一応酒屋はあるんだけど、お昼ご飯食べれるとこはなさそう。みんなどうしてんのかな、この辺住んでる人。裏幌とか行くんですかね、なんか買い物とかで。駅見て、駅あんな感じのすごいなんか簡素化された感じですね。いやもうはっきり言ってね、もうお腹ペコペコですもう、もう11時なんですか。なんで次の町まで、本気出してもう漕ぎまきります。ひたすら漕いでやっと池田につけました。でここ明治38年創業のバナナまんじゅうとステーキ、多分十勝牛かなで有名なお店です。早速入りましょう。30分とかかかってますけど、それ以上になるかもしれない。30分か40分待ちって言われたんで出ました。あそこうまそうだったのにな。そんな時間ないんで残念ですが、その近くの熊っ子ラーメン、ここもねなんか名前が美味しそうだよね。やっとお腹が満たされた感じがしますね。味的には今まで食べたやつで一番美味しいとは言えないけど、なんだろう、ローカルな地元の人と紛れながら店内の雰囲気とか、あと謎になんか招き猫がたくさんあったりして、ああいうなんか地元感がね好きですね。
丘の上にあるワイン場に次来てみました。ワインの酒造かながあるみたい。なんか甘酸っぱい匂いがするね、やっぱり。秋に作られたワインは冬に樽に詰められ1年間の熟成を行います。ワイン場、想像以上にちょっと小規模だったんですが、小さな展示とか、あと試飲もできますね。僕は自転車なんで試飲はしなくて、後で視聴者さんと熊肉を食べるようにちっちゃいボトルだけ買いました。じゃあもうそろそろノンストップで帯広に向かうから、あと20キロなんで頑張ります。いや違うんですよ、もう帯広行こうと思ったんですけど、美味しそうなアイスクリーム屋さんあったら入るじゃんもう人間の差がですね、これが。はい、ということでハッピーネスデアリーさんに行きます。ここね美味しいみたいなんですごい期待します。ジェラート2種類、はい、カップとコーンどちらでご用意しますか？コーンで、はい、350円になります。マスカルポーネチーズきなこ餅。めちゃくちゃうまい。濃厚だけど口当たりはあっさり。すみません、もう一個いただきます。抹茶とホワイトバニラ。こんなに美味しいジェラート初めてかもということで2つ目です。これバニラもいいね。でこれが抹茶、濃くて口どけあっさりなんで、これ食べて今度こそ帯広に行きます。なんていう楽器ですか？ウクレレです。ちっちゃいギターいや僕ビックリ好きなんですよ。じゃあ今度こそ。気持ちいい。いや貸し切りですねっていうか今やっぱり観光シーズン、夏が過ぎつつあるからあんまり人が減ってきてるんでしょうけど、今午後4時ということで、あと10キロで帯広、今日のゴールですね。10キロなんで1時間あれば着くかな。本日の宿に着きました。もう文明って素晴らしいなと思いましたね。久しぶりに歩行者とかこんなにたくさんの居酒屋を見ました。はい、チェックイン完了しました。ホテルヌプカ1泊5000円ぐらいだから決して安くなかったけど中身をお見せしたいと思います。はい、決して安くないっていうのはこういう意味です雑魚寝のドミトリーで1泊5000円なんで正直ねかなり高いと思う相場は3000から2500から3000円ぐらいかな、ドミトリーって。でもすごく室内は綺麗、設備も綺麗、多分新しいんでしょうね。で僕のベッドここですね。本当はこの奥のここが良かったけどしょうがない。そうこう言ってるうちに元ジブリの視聴者さんに会いに行きます。これですね。すいません、迎えに来てもらって。いや、とんでもない。これですね。はいはい。失礼します。いやいやわざわざ会ってくれてありがとうございます。いやこちらこそ。じゃあ失礼します。私はジブおじさんと呼んでいい？もちろんジブおじでお願いします。事故ありました。今モーリーさんと合流して熊肉を焼く準備してます。モーリーさんですちょっとまた後で自己紹介じゃあしつつ、はい、
一応ビールも。ありがとうございます。おじさん用に。素晴らしい。もう地元のお酒も買ってきたんで、もしよかったら。お湯持ってきたんで。ありがとうございます。寒いんでお湯割りとかもでもいいと思います。これが今年の3月に取ったちょっとまな板であれします。いやもう熊肉は食べるの初めてだからすごいテンション上がる。でちょっとね僕が自転車乗ろすぎて本当は4時からまだ明るいうちにバーベキューする予定だったんだけど乗ろすぎたんでもう6時ってことでこの車のねライトを照明にしつつ。でこのトマトはうちの庭のトマトです。庭のトマトすごっ。さっき取ってきたんで。フレッシュだ。取れたて。取れたてです。なんか白いのが脂肪の部分ですか？これ脂肪です。真っ赤ですね。そうですね。ちょっと色が暗いから分かりにくいですけど、赤いエゾシカの肉です。これ鹿。こっち鹿です。こっちは黒い。これクマですね。すごい。これクマのあばらの部分です。あばら肉。はい。でこっちはエゾシカの桃の部分。今年の春先に取ったやつで、こっちは先輩のハンターからいただいたんですけど、先輩ハンターから、はい、やっぱり今年の、これ去年の秋に取ったやつなんでちょっと1年ものなんですけど、ずっと冷凍してたんで冷凍食べられると思います。モーリーさんは飼ったことあるんですか？クマは。ないんですよ。クマはないんだ。僕まだ銃持って4年目なんで、ライフル銃が持てないんですよ。散弾銃だけなので10年経たないとライフル銃持てない。10年。だから5、6年必要なんですよね。でちょっと散弾銃でちょっと私の腕前だとヒグマ取るのはとても恐ろしいので。なるほど。見ても撃たないようにしてます。法律的にはいいんですか？法律的にはいいです。ちょっと危ないから。そうですね。散弾銃じゃ死なない簡単に。上手い人がやればもちろんいいんですけど。なるほど。すごい世界だ。腕前とかいろいろあるんで。すごい世界だな。ジンギスカンまで準備いただいて。今日は羊のジンギスカンとエゾシカの肉とヒグマの肉ということで北海道らしい3点セットでいただきたいと思います。ちょっと黒目ですよね、鹿と比べたら。そうかもしれませんね。でもちょっと実際日中に見たらですね、またもうちょっとピンクい印象もあるんですけど。焼きます。うわ熊肉インしました。熊肉を4切れほど今焼いていただいてて、塩コショウとジンギスカン用のタレでいただけるみたい。お皿まで熊なんですね。かわいい。一応生では食べちゃダメなんですけど、この間ミディアムぐらいな感じでは塩気した時には食べたんですよね。十分美味しかったんで。なるほど。本当臭みもなく、ほのかな甘みすら感じるような。私も食べたの1年ぶりぐらいだったんで。なるほど。じゃあ乾杯。乾杯。乾杯。でモーリーさんどなたかというと僕が2年前ぐらいに出した「千と千尋の神隠しを」その主題歌の曲を9分台湾の9分で弾いてみたって動画で、コメントいただいた、元「千と千尋」のアニメーターさんで今漁師をやってるっていうかなりね面白いキャリアを歩んでる方ですね。じゃあ熊肉はこれかな。これです。そろそろ熊肉が焼き上がったってことで、1枚食べたいと思います。でも匂いやっぱり独特ですね。独特だと思う。だって牛とか豚からこの匂いしないもん。なんだろうな、獣。人生初熊肉。美味しいですね。よかった。はい、美味しいと思います。私も全然臭みない。柔らかいし、これめちゃくちゃ美味しいじゃないですか。よかった。臭み一切ない、マジで。でもう塩味は完璧ですから。ただ食感が結構特殊かなと思った。ちょっとレバーっぽいかもしれない。ぬちゃっとしてる感じ。でもめちゃくちゃ美味しい。もう野生のヒグマですもんね、これって。もちろん野生のヒグマです。
十勝管内で。まあそれ安いですよね。熊育てて解体するところないですよね。熊牧場とかはあるんですけど。あるんだやっぱり。登別とか十勝にもベアマウンテンって言ってヒグマを飼ってる公園にしてあるんですよね。で食べるんですか最後。そこは食べませんけど、死んだら売ってるのかな。そこら辺の詳しい話は分からないんですけど。いやでも美味しい。よかった。ヒグマって、いろんなものを食べると思うんですけど、やっぱり魚を食べるのが多いんですかね。基本的にはそうなんですけど、ちょっと北海道の難しい話がありまして、北海道のヒグマは基本的にどんぐりとか鬼ぐるみ、くるみとか山ぶどうとかを食べるんですよ。それはなぜかっていうと、川に鮭が登ってこないからなんですよね。それはなぜかっていうと、もちろん川に鮭登ってくるんですけど、堰とかを作って漁師さんが全部魚のフィッシャーマンたちがもう全部取っちゃうんで。なるほど。ヒグマのところに上流まで行かないようにダムとかを作っちゃってるんで、ヒグマの北海道で食べられないんですよ。だから知床のヒグマとかはそういう堰がないので食べられるから体が大きいんですけど、やっぱ魚食べる方がやっぱりタンパク質もあるからでかいです。でかくなるんだ。あとやっぱりヒグマうんちもすごく差があって、山ぶどうばっかり食べてるヒグマのうんちは本当ワインのごとくいい香りがするんですよ。臭くない。面白い。で鮭とかエゾシカばっかり食べてるヒグマのうんちは臭いんですよね。これがヒグマの脂肪の部分。かなり熱い。噛み切れないかなと思ったら全然意外と食べれる。油分と食べた方が美味しいですね。そうですか。濃厚になる。まろやかで、熊普通にめちゃくちゃうまいですね。美味しいですよ。なんか YouTube 的にはうわくせえみたいなの方が多分ウケるんでしょうけど、いや全然美味しい。普通に本当に熊肉やっぱ美味しくなかったっていう時代も確かにあったんですよ。やっぱり打ってから冷凍庫に入れるとか、そういう処理が昔は難しかったと思うんです。今は本当林道も整備されて、打ってからすぐトラックに積んで冷凍庫解体して冷蔵庫に入れられるスピードが速くなってるんで。なるほど。だから美味しくいただけるんだ今。どうぞ。ありがとうございます。次は熊肉のジンギスカンのタレでいただきます。ジンギスカンのタレって僕本当に羊でしか食べたことないから。ご飯が進む。あとビールも進む。玉ねぎもチェイサーとして最高ですね。もう北海道で熊肉と鹿肉絶品の食材をいただきながら、この大自然の、真っ暗だけどここ公園ですか？公園ですね。素晴らしい。最高だ。でたらふくごちそういただき、今、2軒目モーリーさんおすすめの居酒屋に向かってます。でそこでQ&A というか、僕が気になることを別動画で撮影する予定です。で今ね、モーリーさんの手元にこの原画っていうんですか？いやラフとか下書きとか。千と千尋の神隠しのラフとか下書き、これ世に出てないですよね。いや出てないですね。でしかもこれもう本当に鉛筆で描いてるやつですか？いや本当そうですよ。おお貴重。今ですね、ちょっとお席の準備だけできれば。ありがとうございます。じゃあ乾杯です。お疲れ様です。それではかけさせていただきます。お願いします。お願いします。せーの、よいしょ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 。最高じゃないですか。だってもう本当にこぼれちゃってるもん。今が旬のイクラ。ピチピチとはじけて、濃厚。はい、お預かりします。ということで美味しいご飯を食べ、もう9時半ということでお別れですね。本当に今日ありがとうございました。こちらこそありがとうございました。さっきねめちゃくちゃいい話聞けたんで、ぜひその別動画になっちゃうけど見てもらえれば嬉しいです。本当にこうやってね地元の人と話すのが僕は本当に一番好きで、本当に楽しかったです。また1月以降かな、もし漁師
漁にチャレンジさせていただく場合はまたご連絡させてください。一緒に行きましょう。はい、ありがとうございます。じゃあありがとうございました。じゃあおやすみなさい。おやすみなさい。はい、ということで解散して今ベッドの中もうみんな寝てるんでこの辺で終わりにしたいと思います。では最後までありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。さよなら。